間もなく開演となりますので、今しばらくお待ちください。さて今回の動画はどうぞ仲いいの？本当にさせていただいてます。何？仲いいんですか？はい。なんか特に仲の良くなるきっかけみたいな何かあるんですね。キョンキョンがなんかひどい目にあった時。そうですね。デビューした頃になんかどっかの新人賞でステージに立ってたら卵ぶつけられちゃったんですよ。古い話ですけど、はい。生卵。そうなんです。それでダーってなってたら、随分遠くの方にアキナちゃんは整列してたんですけど、で新人なのに、映ってるのに関わらずもあって言ってこう走っていって袖に連れて行ってくれたんです。さてアキナさんその時見てらしてどんな感じだったの？いや頃ねすごい本当にね物が飛んでくるのがなんかブームみたいな、なんか今日も絶対なんか飛んでくるだろうっていうような、そういう本当にそうだったんですよ。それでまたなんか飛んできたなと思って結構避けてたんですよ。でいろんなもの飛んできてて、10円玉とかも飛んできてて避けてて、でなんか白っぽいのが来たなっつって、誰がぶつかったなと思ってパッて見たら京子ちゃんがバンってここに玉卵の殻がポッてついてってこういう顔してた。かわいそう。大変。呆然として取ることもできなかった。あれ呆然すると思いますよ。それでアキナちゃんどうしたの？それでね、最初は絶対隣の人とかね絶対ってやってくれるなと思ってどうしようと思いながら見てたんだけども、処理がなかったんでもう私行って連れて行こうと思ってそれでそこからずるずる連れてきたの？もうパーって行って連れてっちゃった。そうですか。それじゃ京子ちゃんどういう方？最後にちょっとどういうっていうか、私はこういう仕事してなかったら、一生懸命大ファンでファンクラブにも入ってただろうなっていう突っ込まないで。じゃあお願いできますか？はい、お願いします。ね、京子ちゃんアキナちゃんはどういう方だと思ってる？本当に優しい人で、もう本当にお姉さんっていうかね、あんな優しい人はそういないんじゃないかと思います。そうね。私がなんかこう新人がバーってラインナップしてるなんかショーかなんかがあったんですよ。でエンディングでみんなで並んでたら、悪いファンの子が生卵をこうステージに向かって投げてて、めちゃくちゃ立ち悪いですね。何十人も並んでるのにたまたま私の頭に当たったんです一歩こう引いた時にすごい遠くで並んでるアキナちゃんがファッて見てみたいな顔ですごい遠くだったのにまだ収録中だったのにバーッて走ってきて袖に連れてってくれたりして、9番目です。ワーナー・パイオニア中森明菜。こんにちは、中森明菜です。ファンの皆さん応援してくださって本当にどうもありがとうございます。新宿音楽祭一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。審査員特別奨励賞。少女栄誉王座になりました中森明菜。それでは審査員特別奨励賞のトロフィー賞金20万円を新宿音楽祭顧問小島民生さんよりお渡しいただきましょう。今話の出たこれから明菜ちゃんが歌うナンパ戦、これは前からナンパ戦のみならずその前からずっと加藤さんは明菜ちゃんをね注目してたと。でなんか自分との共通点を明菜ちゃんをずっと見てて見出してしまったって話を聞いたことあるんですけど、具体的に言うとどの辺ですか？いつだったっけ、お誕生日の時だ、見てて22でおめでとうなんて言われたら22なんて大嫌いですってすぐ大嫌いっていう口癖ですけど、なんかね本当に20代っていうのはなんかその時には分からない、後になってみたらすごく素敵な時代だったと思うけど、なんか今いる時ってすごく歯がゆいっていう感じで、ね、だからそういう、今の自分に対する歯がゆさとかもちろんすごく自信はあるんでしょうけど、なんかそういうのとすごくいつも葛藤してるっていう感じがして、その歯がゆさないとまた向上しないっていう部分もあるでしょう。すごくそれが好きだった。つまりその共通点というのはすごくこの性格的にもいろんな部分で人間的に自分と似てるなみたいな。さあそれ似てるかどうかも要するに自分の中に明菜ちゃんがいるって感じることがあったっていう、たかが恋なんてっていう、たかが恋なんてってこの書き出しの言葉と明菜さんはすごく合うなと思ったんですよね。
そうするとあれですか、その、ナンパ船を作って明菜ちゃんにぴったりだなとして提供したのか、それとも明菜ちゃんのためにそれを作ったってどっちなんでしょう。歌ってたんですよね、しばらくずっと。そしたらある時ふと思ったんですよ。もちろんいろんな歌がやっぱり誰かその人がその絵の中に一番誰がはまるかなって、明菜さんがもう乗り移ってきちゃったから、これは絶対明菜さんの歌だと思った時それはがあったんです。その時には明菜ちゃんをよく例えば個人的にこうやって知ってたとかじゃないんでしょ。そうですね、テレビで見ただけのイメージでもうあったし、番組の時にちらっとあったりとか。そのね、番組の時にちらっとあった印象、明菜ちゃんの方から覚えてる。2年半前にヒットスタジオで加藤さんと会ってるんだよね、確か。はいちらっと覚えてます。どういう印象すごくすごく加藤さん個性的な洋服がお好きなんですよ、でその時もかなり黒のね、確かすごい個性的なお洋服着られてて、すごい個性的だなっていうのと、私が好きそうなの着てるなっていうのがすごく印象でした。自分が欲しいと思うような、はい、ファッションは年代を超えるんです。それマリさんがいつも実行してらっしゃる。そうなんです。マリさんはそんそうです。なことでもって明菜ちゃんの方もそう思ったということなのね。はい、じゃあ伝わっていただいてね。はい、じゃあそのどうぞどうぞ、もうちょっと前に加藤さんのねお出ください。作っても明菜ちゃんともしかしたら前世で2人はもうなんか縁があるのかもしれないですよ。だってある時ぴったりだと思ってこの曲を提供したんですもん。このさっきリハーサルなんですけど、明菜ちゃんがこの曲を今歌ってる時にね、加藤さんもう乗り出しちゃってね、もう一人でうなずいて、いいわ今日の明菜ちゃん、もうすごいんですよ。言ってありましたね。明菜ちゃん以上になっちゃった。雰囲気が、いや本当にでもね嬉しい、こんな先輩持って、だから明菜ちゃん今日ちょっと気を入れてますよ。過去になんて忘れればいい。泣きたいだけ泣いたら目の前に違う愛が見えてくるかもしれないと、そんな強がりを言ってみせるのはあなたを忘れるため。寂しすぎて焦げそうなの、私は愛の線。俺が翼広げたままあなたの上に落ちて海の底へ沈んだなら泣きたいだけだ欲しい。他の誰かを愛したのなら追いかけてはいけない。惨めな恋続ける別れの苦しさ選ぶわ。そんな一言で振り向きます別れたあの朝にはこの寂しさ知りもしない私は愛の線。愚かだよと笑われてもあなたを追いかけ抱きしめ通じたず身を任せてあなたを海に沈む。あなたに会えないこ
この街を今夜一人歩いた。誰も彼も知らんふりで無口なまま通り過ぎる。恋人をなくしただけで何もかもが消えた。一人ぼっち誰もいない私の家。曲は私明菜ちゃんが最初に歌ったとこから言ったんだけど、今までとちょっと雰囲気が違うし、で例えばこう明菜ちゃんの歌ってこうさ、ほら単語のあるだっけ、こういうのもあったりとか振りが多かったでしょ、これは割とスローバラードだし、失恋の歌でもこのなんていうの振りをつけにくい曲っていうかさ、だから自分でやっぱりこう曲いただいた時にどう歌おうとかって考えてた？そうですね、やっぱりこれは心を込めて、あんまり振りはしないでね、表情でみんなに分かってもらえるようにっていうのは頭に入れながら、レコーディングしてる時に自然にそういう風になりますか。私さ、ここでの時あんまり気がつかなかったんだけど、家帰ってね VTR なんか見ると時々この歌歌って明菜ちゃん手震えてる時あるのね。私派手な曲は振りなんかでごまかしちゃうんですよ。特にデザイアーとかなんかもう上がってても「えいえい」って言ってごまかしちゃうんですけど、こうやってじっと立ってるともうすごい上がり症だからダメなんですよね。上がるんですか？普段ね、私番組で一緒になると私が異常に上がるのよ、歌う時。あこさん上がり症です。そう、めちゃくちゃ上がるのよ。いつも助けてくれるのが明菜なのよ。あら。私の歌を覚えてくれてバーってこうやって必死で教えて、自分の歌の時上がってんの？本当に？冷たいでしょ手が。冷たい。上がっちゃうんです。本番前上がるもんですか？いや、堂々と歌ってるから全然そういう風に思ってなかったねえ。でもそういう曲で V3 っていうかね、トップ1取れたってことはやっぱり感激もひとしおねえ。この細い体でどっからパワーが出てくるのか、今日はちょっと触れないようにお待ちください。ではスタンバイお願いします。スタンバイお願いします。125ページで終わった二人、燃える愛の途中で海を染める重い空に嘆き、アスファルトのベッドにため息こぼれる
あなたのなら痩せたらいくとし終わりのない海に踊っていたけど男と女は謎あなたは別の人を愛し私は一人生まれる前の国であんなに愛し合って一つの時代だけで失った振り向く私はもう化石になってゆきあなたと次の星で会えるまでジプシークイーンさあ続いて参りましょう。中森明菜さんの登場です。そして登場いたしました安全地帯の玉木さんとそして井上陽水さん、このスリーショットにご注目いただきたいと思います。こんなスリーショットが年の瀬もお住まってあるでありましょうか。ご覧いただきましょう。いやこの合体です。信じられません。この顔合わせはすごい。でもね、まず明菜ちゃんの手が冷たくなっちゃった、だと思います。もうヒヤヒヤ。やっぱ緊張するこの2人バックだとダメですね。ね、普通夜ヒットには絶対欠かせない明菜と言われているけれども、いつものプレッシャーとは違うわけ。やっぱりそうですね、いつもとまた違いますね。大御所2人だもんね。どうしました。そこで大御所2人は作ったまず陽水さんに聞きましょうか。この後明菜ちゃんどうです。いやもうね、バッチリです。リハやった感じどうですか。いや、やっぱり今日のなんか花っぽいですね、明菜さんね。今日の花である。光栄です。いや本当にねえ。です明菜ちゃん。いいわよいいわよもう。でもね、明菜ちゃんっていうのは大体こうプレッシャーをずーっと感じてて、それをまたバネにしちゃうタイプだから。いやこの歌完璧にもう私の中に入ってるはずなんですよ。もう入ってるんですけど、今日何回も忘れちゃってて頭の中で。あららら。そういうふうに言ってますけど、飛んじゃってる。陽水さん。いや、長い人生いろいろありますよね。長い人生いろいろある。なんだかよくわかんない。でも明菜ちゃん、こういった緊張感っていうのは今年も珍しい。そうですね。なかった。いや、でもね、去りゆく年を惜しむ意味でもガッと緊張していいものをバコーッとぶつけてしまいましょう。こうなったらね、玉木さんも一つ久々の夜ヒットですし。もうそうですね。もう頑張ります。ちょうど自分の出番の腕慣らしというかね、そういうところもあります。はい。やっぱり昔バックをやっただけあって。そう、やっぱりお二人はね、もうすごいなんとなくこうリラックスしてるなって感じがするんですよね。あうんの呼吸ですね。あうん。だからそこで明菜ちゃんがどうそこにこう絡んでいくか。リハ見てた感じだとね、発揮しって全然バックに負けてない、ガーッと出てますから。素敵です。3人の妙。悪い癖がつきそうって明菜ちゃんが言うんじゃないかなって気がするんですけれどもね。でもね、プレッシャーは。明かりの消えた街角で速い車に乗っけられても急にスピンかけられても怖くなかった赤いスカーフが揺れるのを不思議な気持ちで見てたけど、私がいたりするのは違うと感じてた。泣いたことのない冷たい夜の真ん中でいろんな人とすれ違ったりキス受けてたりなんかしたり
ご利用ありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしてます。この動画が面白かったらグッドボタンを押してください。